今回はですね、ブラジルの電力大手、セメギの話です。この会社、まるで節取りみたいに見事な復活を遂げたんです。そのすごい企業再生ストーリーを一緒に見ていきましょう。これ、ただのちょっとした改善とか、そういう話じゃないんですよ。もう会社の DNA を丸ごと書き換えちゃうようなとんでもない大改革。それが信じられないくらいの短期間で起こったんです。この変革がいかにすごかったか、この数字を見れば一発でわかります。360億レアル。もともと数年前はたったの100億レアルだったんですよ。それが今や360億。市場がこの会社の大復活をどれだけ評価してるかっていうのがはっきり現れてますよね。じゃあ、どうやってこんなことを成し遂げたんでしょうか。そして、投資家として一番気になるのは、この先もこの勢いは続くのかってことですよね。よし、その答えを一緒に探っていきましょう。ではまず、このすごい企業再生のど真ん中、核心部分から見ていきましょうか。一体どんな手を使ってこんなとんでもない価値を生み出したのか、その道のりを追ってみます。これ取締役会会長の言葉なんですけど、すごく深いですよね。私たちがやったのは価値そのものだ。誰にも壊すことのできないものなんだと。つまり、単に株価を上げたかったわけじゃないんです。もっと根本的な、誰にも真似できないような本物の価値を作りたかった。表面だけ取り繕うんじゃなくて、会社の骨格から作り直すような、そういう改革だったってことですね。さて、このスライドの数字見てください。いや、圧巻ですよね。時価総額が 3.6 倍になっただけでもすごいのに、この間に株主に払われた配当が、なんと127億レアル。その結果、リターンは優先株でプラス 394%、普通株だとプラス 457% っていうとんでもない数字になってるんです。もう株主還元の面では大成功って言っていいでしょうね。じゃあ、こんなすごい復活を遂げたセメギ、今は一体どんな会社になってるんでしょうか。ここからは事業の心臓部、つまり業績とかどうやって会社を動かしているのかっていうところを見ていきましょう。セメギの強みは何といってもこのがっちりした事業基盤です。見てください。事業の8割が既成市場。これ、景気があんまり良くなくても収益が安定しやすいってことなんです。発電、送電、配電っていう電力のインフラをがっちり抑えてる。おまけに2053年まで続く天然ガスの利権も持ってるんですから、これが長期的な安定収益の源泉になってるわけですね。そしてこのグラフは財務がめちゃくちゃ健全になったことを示しています。この純負債比 EBITDA 倍率っていうのは、まあざっくり言うと借金返済能力みたいなものですね。これが昔は 3.2 倍もあったのが、今やたったの 1.0 倍。つまり、すごく借金が少なくて、何かあってもびくともしない、リスクに強い体質になったってことなんです。こちらが今の財務状況をまとめたものですね。売上総利益率が 19% 以上、純利益はなんと3倍、EBITDA も2倍に成長してます。でも、すごいのはそこだけじゃない。これだけ成長してるのに、配当利回りが 4.81% もあるんですよ。これって会社も成長するし、株主にもちゃんと利益を返しますよっていう2つをしっかり両立できてる証拠ですよね。過去の実績もすごいんですけど、投資家が本当に見たいのは、やっぱりこれからどうなるのっていう未来ですよね。セメギの本当の凄さは、これから始まる未来への投資計画にあるんです。ここからは将来の成長のエンジンとなるとてつもなく大きな投資計画を見ていきましょう。見てください、この金額。350億レアル。これ2024年からたった5年間の投資計画の額ですよ。とんでもないですよね。これはもう単なる数字じゃない。セメギが自分たちの未来に本気でかけてるんだっていう強い意思表明そのものなんです。で、このとんでもない額のお金、何に使うかっていうと、こういうことなんです。僕たちの生活を支えてる送電網とかを最新のものにアップデートしていく。古い設備を新しくして、もっと効率的でもっと安定した電力供給を目指すわけです。そうすることでサービスも良くなるし、それが結果的に会社の新しい価値につながっていく。それがこの投資の狙いなんですね。この大規模な投資の中でも特に面白いのがこの3層ミナスプログラム。これ簡単に言うと、
地方の農村エリアにもっとパワフルで安定した電気を届けようっていうかなり大胆なプロジェクトなんです。これが実現すれば農業の生産性がぐんと上がりますよね。それだけじゃなくて、今までディーゼル発電機とかを使ってた農家の人たちが生命義の安定したお客さんになってくれる。地域の経済も良くなるし、自分たちのビジネスも成長する。まさにウィンウィンの戦略ってわけです。ただですね、せめぎの未来を考える上で、ちょっと読めない要素、いわゆるワイルドカードが2つあるんです。それが会社の民営化と、世界中で起こっているエネルギー転換の大きな波です。ここで大事なのが、スピードと柔軟性です。今、国営企業だから、何か投資をしたり、人を雇ったりするのに、堅苦しいルールがたくさんあるんですね。でも、もし民営化されたらどうなるか。市場の変化に合わせて、ベストなパートナーをすぐ選べるし、必要なプロフェッショナルもすぐに採用できる。この機動力がアップすることで、まだ眠っている会社のポテンシャルを一気に引き出せるかもしれない。これが一つ目のワイルドカードです。そしてもう一つのワイルドカードが、このエネルギー転換の流れです。せめぎってもともとこういう水力発電が会社の土台になってるんです。つまり昔から再生可能エネルギーのすごいインフラをすでに持ってるってこと。これから脱炭素社会になっていく中で、これって他には真似できないとてつもない強みになりますよね。もちろん、せめぎもただ待ってるわけじゃありません。ちゃんと未来に向けて次の手を打ってます。ここにリストアップされてるのが、今力を入れてる技術分野です。スマートグリッドとか AI、グリーン水素、エネルギー貯蔵。どれもこれからのエネルギー業界の主役になる技術ばかり。ちゃんと未来のリーダーになるための準備を着実に進めてるってことですね。さて、ここまでいろいろと見てきました。じゃあ、これを踏まえて投資家としてはどう考えればいいのか、最後のまとめに入っていきましょう。ここが投資を考える上での一番大事なポイントですね。良い面とちょっと気になる面を天秤にかけてみる感じです。良い方には、この見事な復活劇の実績、安定した市場での巨大な投資計画、健全な財務、そして未来への準備。もうキラキラしてますよね。でも反対側にはリスクもある。国営企業だからコストの制約とか、こんな大きな計画、本当に全部うまくいくのっていう実行リスク。投資家としては、この両方をしっかり見つめる必要があります。最後に、皆さんにこの質問を投げかけて終わりにしたいと思います。見事な復活を遂げたせめぎは、今、次なる成長っていう大きな海に乗り出そうとしています。この船は、莫大な投資という追い風を受けて力強く前に進んでいけるのか。それとも、国営企業っていう見えないイカトに足を引っ張られてしまうのか。今日お話しした内容をヒントに、この船の未来がどうなるか、ぜひ考えてみてください。